こんにちは。FMT 生態の柴田ゆりえです。この動画では自分が自律神経失調症なのかが判断できる5つの症状についてお伝えしていきます。今なんとなく漠然とした不調を抱えている方は、今回の動画が自分の状態を知る参考になると思いますので、ぜひ一緒に体の状態を確認していきましょう。今回は FMT 生態に自律神経失調症と診断を受けて来院された方の症状を参考にお伝えしていきます。1つ目、体調の変化。まず自律神経失調症、自律神経系の不調の始まりは、体がだるい、疲れが取れないといった症状から起きることが多いです。本来であれば体のだるさは寝れば次の日回復しますが、自律神経の働きが乱れているとうまく回復ができず、常に疲れ、倦怠感を感じるようになります。3日以上休んでも疲れ、倦怠感が回復しない場合は注意が必要です。2つ目、食欲の変化、消化器系の変化。次に起きてくる変化が胃腸に関係する症状です。自律神経は胃腸をコントロールしているため、自律神経の乱れは胃腸の不調に直結します。多いものが食欲が湧かない、または暴飲暴食してしまう。どちらも胃腸の働きが悪くなっています。また、吐き気や便秘、下痢、腹痛などが頻繁に起きる方も、自律神経の乱れが関係している可能性があります。3つ目、睡眠の変化。寝つきが悪い、夜中に何度か起きてしまう、眠りが浅いなど、睡眠がうまくできなくなっている段階は要注意だと FMT 生態では考えています。米国で行われたある研究では、初めてうつ病を発症した方の約4割、うつ病が再発した方の約6割において、不眠が先行して現れるという研究結果もあります。睡眠が取れなくなると、体の回復はもちろんですが、脳の休息もできなくなるため、精神面に影響が出てきます。できるだけ早く体をケアしていくことに越したことはないですが、私たちは多少の不調であれば先送りにしがちです。睡眠に影響が出ていると感じられる方は、できるだけ早く体を整える取り組みをしていきましょう。4つ目、感覚の変化。眠れなくなってくると、体の感覚に変化が起きてくることが多いです。感覚とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、これらの変化です。例えば、音がうるさく感じる、光が今まで以上に眩しく感じる、カラフルなものを見るのがしんどい、食べ物の味があまり感じられず美味しくない、体の力がうまく抜けない、などの症状です。これらは睡眠不足の影響で、脳がうまく休息できていないことが原因となって現れてくる症状です。5つ目、精神的な変化。最後が精神的な変化です。例えば、常にイライラしたり不安になる、何事にも興味が持てなくなる、気分の落ち込みが激しい、笑うことがあまりなくなった、身だしなみを整えたり、部屋を掃除しなくなった、といった状態です。一見、自分の性格が原因ではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今挙げたようなものは自律神経の影響によって強く出ている方が多いです。これまで5つの項目に分けて、自律神経失調症、自律神経の不調の方に多い症状や変化をお伝えしてきました。当てはまる項目が多い方ほど、自律神経系の不調を疑った方が良いと考えています。特に不眠は危険ゾーンの入り口でもあるので、思い当たる方は早めに対処をしていきましょう。様々な刺激にさらされている現代は、誰もが自律神経のバランスを崩しやすい環境にあると言えます。今はまだ気になる症状がないという方も、症状が軽いからまだ大丈夫と思われている方も、早め早めのケアをお勧めします。自律神経系の不調や自律神経失調症は、筋肉の過度な緊張が続いていることが根本的な原因と FMT 生態では考えているため、まだ軽度な状態であれば FMT 生態 YouTube で
自律神経に有効な体操をいくつか紹介していますので、行っていただくといいですし、お近くに FMT 整体があれば、施術で全身の筋肉の緊張を緩めていくと、症状の緩和、改善に大いに役立つと思います。自律神経系の不調は人に言いづらかったり、理解されにくい、分かってもらえない症状が多いかと思いますが、良くなる可能性のある症状です。我慢せずに私たちに相談してくださいね。それではお大事にしてください。